こんにちは、りえぽです。私は今、宮崎に来ております。今いるのは宮崎駅ですね。鶏のささみ燻製、つまみに良さそうですね。動画を撮るようになってから宮崎に来るのは今回で2回目かな。昔仕事で来たりしたことはあるんだけど、その時はね、車で来てたんですよね。駅の中をじっくり見るのは今度で2回目。なんか前あったっけ、こういうの。秀治ビールにひろしくんシリーズってなんだろう。ひろしっていう名前の人が燻製作ってるんですかね。ゴールデンキウイスムージー美味しそう。駅の構内にも結構ランチを食べるお店があります。宮崎といえばチキン南蛮、地鶏、鶏に鶏刺し、炭火焼きに宮崎牛もありますね。宮崎和牛のすき焼きやハンバーグ美味しそう。前回はね、この炎の前楽井さんっていうところでカツオのわら焼き食べましたね。宮崎確かカツオの水揚げがその時日本一だったんですよね。ほろ酔いセットなんていうのもありました。ハッピーアワー、昼から飲んでる人もちらほら。駅のお店だったらお昼の時間とかあまり気にしなくてよくて食べれるんで、ここでもいいかなと思ったんだけど、せっかくなので宮崎の街中の方に入れてお昼を食べたいなと思います。この今見えているのは宮崎のアメプラザ海館山館ですね。この日は金曜日。イベントかな？駅前になんか旗持ってる人がいる。目の前のホテルは JR 九州ホテル。前回泊まったホテルです。1時半とかで終わりそうなところばっかりだったので、宮近さんはこんな感じですよね。宮近さんは2時半とかやってたよ。この時間だとさすがにどこもランチ待ってんのかな。タクシーの運転手さんに近くによしきっていう伊勢海老の美味しいお店があるって聞いた。気になるけど予算が。というわけで今夜のホテルに到着。道民院宮崎。道民院ってそのご当地グルメが朝食で食べられるのが楽しみですよね。なんだこれと思ったら、この緑の鳥、道民さんの公式キャラクター道民インコっていうらしい。なんかシュール。お子様用アメニティが充実してるな。他の道民もこんなんあったっけ？他には歯ブラシ、ヘアブラシ、櫛、カミソリ、綿棒などをピックアップしてお部屋に持っていきます。その他ロビーのテーブルにはコンセントやドリンクマシン、時間が限られてるけど。あと1階ロビーには自販機もありましたね。あとね、これね、携帯の充電器なんかもあった。レンタルのやつ。チェックインまでまだ時間があるので、一旦フロントにスーツケースを預けて街に出ます。ランチ食べに行くぞ。でもこんな時間やってるとこあるのかな。よく写真で見る西立ってここなのか。有名な繁華街だよね。なんかいくつかの通りが合わさって西立って呼ばれているらしい。夜にちょっと一人で行ってみようかな。お酒あんま飲めないけど。西立って言えば確か日本一スナックが多い街だったよね。看板見るの楽しみだな。レトロなやつがあると嬉しい。ってなことを考えながら歩いてたら、あっという間にランチ難民1時前です。だいたい1時半ぐらいで閉まっちゃうお店も多いですよね。困ったな。なんかこんな時間なのにまだ並んでる人がいるんだけど、行けるのかな。まだ行けるのかな。とりあえず並んでみるか。ぶらぶら歩いてたどり着いたのは宮崎市街地中心部の中央通り沿いのお店。人気店らしくて、いつも行列って書いてあったから候補から外してたんだけど、こんな時間にも並んでるんだ。一番人気の特製チキン南蛮はさすがに完売。でもまだハンバーグとのハーフセットがあるみたい。チキン南蛮楽しみだな。本場の味ってどんな味なんだろう。お店の中は思ったよりコンパクト。でもなんか年代を感じさせる雰囲気が素敵。洋食屋さんって感じ。
妙に落ち着く、そんな店内でメニューを眺めます。特製チキン南蛮は売り切れなのでスペシャルセット。へえ、チキンカツにハンバーグにカレーなんかもあるのか。木製のメニュー板、めちゃめちゃ分厚い。いざという時はこれを腹に仕込めばいいですね。ドリンクメニューにはワインやビールもありました。チキン南蛮が誕生した昭和40年代から変わらず丸鶏をさばいて提供しているのはこのお店だけなんだそう。そんな昭和の歴史を感じさせるチキン南蛮が到着しました。スペシャルコンビのチキン南蛮とハンバーグのセット、タルタルたっぷり、デミソースたっぷり、ザ洋食って感じですね。ナイフですっと切れるぐらい柔らかい。普段食べるチキン南蛮と違うなって感じたのは、衣がめちゃくちゃふわふわしてるってこと。普段食べるのちょっと衣がガリッとしてる、どっちかっていうとこう固めの衣がついたのが多いんだけど、この宮崎のチキン南蛮は外側の衣がふわっとしてる、柔らかいで、お肉もめちゃめちゃ柔らかいで、タルタルソースもクリーミーで、なんかこう余計なものが全部なくなって、こう口の中でとろけるようなまろやかなソースというか、タルタルソースっていうかもっと滑らかなソース、私のイメージするタルタルソースはなんかゴロゴロしたのが入ってるイメージなんだけど、そういうゴロゴロがなくてすごくクリーミーで滑らか。このスペシャルコンビのチキン南蛮はもも肉、特製チキン南蛮は胸肉なんだって。宮崎では胸肉のチキン南蛮が多いらしい。全然関係ないんだけど、たまたま隣に座ってた2人も鹿児島からの旅行者で、まさかの鹿児島3人並びになってた。お昼を食べ終わって満腹になったので、ちょっと腹ごなしに、宮崎の街を歩いてみたいと思います。西立中央アスリートパート3、有名人の手形が並んでますね。石川遼君の手と同じぐらいの大きさなのかな、私。この一番街って通りを歩いてみようかな。アーケードの屋根が三角形で水色で綺麗ですね。飲食店に生活雑貨っぽいお店。あっちに見えるグルメガイドってなんだろう。飲食店の紹介をしてくれるお店なのかなと思ってね、可愛いなと思って見てたら、グルメじゃなくて飲み屋さんの紹介のところみたいですね。金曜日の昼下がりの通りはこんな感じなんですが、夜になると一体どんな風になるのか、これはね、また次の動画で紹介したいと思います。宮崎の街を歩いてて思ったのが、喫茶店多いですね。なんかコーヒーショップ、ちょっとクラシックなカフェな、入りたくなるようなカフェが多い。そんなにカフェ何軒も入れる胃袋っていうかガブ飲みできるね、キャパがないので何軒もはしごできないんですけど、カフェ巡りしてみたら楽しそうだなって思いましたね。で、今歩いているのは若草通りっていうところです。一番街を抜けた先にある若草通り。若草通りはファッション系のお店が多い通りみたいですね。ここのアーケードはさっきと違って丸型になってます。これなんだろう、駄菓子屋さんかな。アトムとかなんかレトロな感じのが見えますね。ちょっとこじゃれたケーキ屋さんみたいなのもありました。で、ここで気になってたのが YouTube で見る九州の元ブロガーさんというかバイク乗りの女性のお店が、アパレルショップがここにあるって書いてあったので気になって通ってみました。若草通り沿いかな。なんだけど、なんか私全然今日バイクに乗るような服装じゃなかったので恥ずかしくてお店に入れなかった。
このメインと思われる通りの横にも違う横の通りもあって、それもまた独特の雰囲気のお店が並んでましたね。私この横の通り気になった。今度ゆっくり覗いてみたいなと思いましたね。ここのアーケードは昭和59年生まれなんですね。私よりちょっと若い。さっき通った別の通りの商店街もだいたい昭和50年代とか私の生まれ年に近い頃にできていて、その頃ってデパートとかいろんなお店が新しくできた頃だと思うんですよね。でその頃にできたのが50年経ってだんだんなくなっていくのを見ると寂しさを感じるというか、もうそんなに年月が過ぎちゃったんだなって感じますね。ここの建物も確かそう。そしてご当地デパートといえば山形屋。鹿児島のデパートなんだけど、宮崎に来てもなんかこれ見ると安心しますね。あれ、なんだろうこの建物。前来た時こんなのなかった気がすると思ったらね、なんかごくごく最近今年できた建物みたいです。ハロー高千穂通り。2階から3階はオフィスで、1階にはね6店舗ぐらいの飲食店や物販店が集まってるってありましたね。中までちょっと見なかったんだけど、さっきから結構歩いたはずなんだけど、まだお腹がパンパンなんですよね。なんでだろう。そろそろチェックインの時間なのでホテルに戻ります。お部屋8階みたいですね。817。なんか海っぽい。テレビ、金庫が一つ。これは YouTube 見れないやつかな。親のここにタオルが2枚かな。こんな感じです。洗面台とドライヤー、イオニティの下に冷蔵庫。なんかお菓子が甘いおやつが入ってますね。国産白桃ゼリー、お水が1本。ドーミーンオリジナルかな。ケトルとコップが2つ。お茶。クローゼットはスーツケース1つ分ぐらいの小さめです。このサイズで1個でいっぱいになる。こんな感じ。ギリ私が入るサイズ。ギリギリですね。バスルームは一応トイレとは別だけどシャワーだけですね。そう、こんな感じ。コンセント3つ、枕元にも1つ。ちょっと今朝は3時過ぎ起きの5時過ぎ出発だったので、かなり寝不足。寝たのもね1時前ぐらいなんですよね。なのでちょっと仮眠を取ります。夜出るまで一旦寝ます。最後まで動画見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回は西立の夜で。